雑談です。大道寺です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、インスタで 見つけたメガネが届きました。それを度数をね、前回作った度数のレシートに紙があったんで、それなんかレンズ入れてくれるところに、それもまたインスタで見つけたんですけど、出してたやつが届いて、不在があったんでそれを取りに行っておりましたが、まあメガネ本体が届いた時、これまあちょっとイメージと違うなと思いながら出したんですが、まあ家でかける分にはいいかなと思ってたんですが、家にかける分にしてはちょっと分厚くて重いんでって思っておりますが、その出してる間にまたインスタで違うメガネを見つけておりましてね。で、安かったんで、どれも安いんで、結局またその2本目に見つけたメガネも注文してて、でそれをまたレンズ入れるところに頼んでて、結局こう普通にお店に買いに行く値段とあんま変わらねえじゃねえかっていうぐらいで、まあ2本目のやつは届いてないんですけど、2本目のやつの方が多分しっくりくると思うんで、それを今度からかけようかなって思っておりますが、僕は寝るときにもメガネをかけて寝るんですけど、前だから1個前のメガネを寝るときにかけて寝てるんで、まあ何かしら不具合があって見えなくなって見えなくなってっていうか、レンズのコーティングがこう剥がれてガサガサになっちゃって結構見にくい状態なんで、まあ家でもちゃんと見えるメガネにしようかなと思っておる。まあ、寝るときもね、本当に見えない、本当にメガネがないと何にも見えないんで、ずっとメガネをかけてる。だから寝る用のメガネ買ってるようなもんですけど、そんなことをしておりまして、でね、仕事的にはちょうどね、僕やることあるんですけど、ぽっかりと空いた時間というかなんで、ほぼ寝てましたね。なんかいろいろやりたかったんですけど、こう準備してる間に疲れて、なんか編集も進めてたんですけど、なんかこうしっくりこないなってんで、一回こう頭を休ませようとほぼ寝ておりましたが、そんなことしておりましたが、見ましたです。アバランチね、こう月曜から火曜日とバタバタしておったんで、アバランチ見てはいたんですけど、これ撮る機会がなくてやっと見てというか、もう一回見てね、話したいと思いますが、もういよいよ来週が最終回ですか、これ。アバランチがもう解散の危機に追いやられて、誰でした？山森じゃなくて、あいつは山森とそれから霧島が大山にもうアバランチは解散してね、もうこんな状態なんで、アバランチは解散せざるを得んでしょうっていうのを言われるんですが、まあそれでも山森はちょっと反旗を翻そうとしているのと、まあ霧島がもうちょっとだけね、ギリギリまでちょっと裏でサポートするってね、まあバレちゃってはいるんですけども、それでもまだ続けると言ってたところ、大山が実は3年前に亡くなったと思った藤田が生きていて、それはもう極東リサーチに入っているということで、極東リサーチでかくまってたんですけども、それをと山森と引き合わせて驚くわけですよね。それはね、誰のために今までこうやってきたんだっつったら、藤田が亡くなったのを
で自作自演のテロだったんでね、それをつってやってたのに生きて、しかも、大山側についちゃっててっていうね、衝撃な事実が分かって、それもその間に羽生は大道寺さんのところに逃げときなって言われて大道寺さんのところに行くんですが、大道寺さんも大道寺さんで、いやもうこんな状態だからちょっとアバランチ厳しいぞって言ってるところに極東リサーチが乗り込んできて、逮捕されちゃうというかね、首謀者というか裏金資金、アバランチに資金を出していたんじゃないかというふうに報道されてしまって、大道寺さんも捕まってしまうと。で羽生はこう指名手配されてるんですけども、山森と連絡取って、見たらなんとその藤田が生きてたってことをそこで聞くんですね。で藤田と山森が最初に会うって言ってたんですけども、待ち合わせの場所にいなくて、藤田が来なくて、あれと思ったら羽生が、藤田と会って、どういうつもりなんだっていうねところなんですが、まずね久しぶりだなっつってハグして、いやどうしてたんだみたいなね、訳を聞こうかって感じですよ。本当に寅さんのあれじゃないですけど、訳を聞こうかっていう感じのところ、銃を突きつけられてね、撃たれてしまったところで終わるんですけど、これきっとね羽生は生きてるとは思うんですけども、来週とか最終回に向けてね、アバランチがもう本当に解散危機みたいになってるところ、西条ですわ。福士蒼汰君、西条が新聞記者のところ、週刊誌の記者のところに行って、その3年前の証拠をいろいろ集めて、で実はその西条君のお父さんがやってたっていうのを突き止めて、親父が逮捕されれば、親父が、やってたってことを証言さえすれば、これは大山までたどり着くぞって言って、その週刊誌の記者とやってるんですが、だからここでそんな記事潰されるぞって散々言われてたんですけども、これ最終回弁は剣より強しってところで、そこが頑張ってくれるのか、羽生がもうね一波乱というか一暴れしてくれるのかね、どうなっていくのか。それからもう最終的に藤田が裏切ってくれるのかどうかね、裏切ってくれるというか、もう一回寝返る元に戻ってくれるかどうかなんだろうなとは思うんですけどね。これ順当にいくとやっぱり全部潰されちゃって、大山には勝てなかったっていうオチでも僕は全然いいとは思うんですけども、やっぱりドラマなんでね、ひっくり返してほしいなとは思うんですけども、じゃあ誰がひっくり返すんだってなった時に、やっぱり西条、福士蒼汰が一番その目はあるかなって睨んで思うんですが、そうじゃなくてあのジャーナリストがねやったった言ったところでこう引きが弱いじゃないですか、ドラマ的に考えるとね。なんで福士蒼汰君か綾野剛が、もしくは本当に駿河太郎ですよ、藤田が本当に最後の最後を裏切ってというかね、極東リサーチを裏切ってアバランチ側につくのか。それがね、そうなったらこれかなり胸熱なんだけど、じゃあなぜ羽生を打ったのかねってとこもあるんで、やっぱり福士蒼汰かな。それか普通に
あれですわ、山森がなんていうんですかね、こう大胆な行動に出て、ずっと司令塔のようにしてたんでね。実行部隊というか表部隊に出てきて、全部暴いてくれるのか、何しかこうアバランチ側は最終的にはこう活用になってほしいなという願望もありつつ、しかしやっぱり大山にはかなわなかったなっていう結末でも僕は悪くないと思いますが、どうなっていくのか楽しみなドラマアバランチね、来週最終回ですよね。なんで楽しみに見たいと思っております。はい。コントメアリー・ジュン。そういやメアリー・ジュンの存在がちょっと薄いですよね。最終回だからマッキーとメアリー・ジュンがひっくり返すっていう線はちょっと薄いのかな。力不足というかね。なんでやっぱりこう主役級だろうなのに薄かった後半存在感を増してきた西条、もしくは秘書ね。でも秘書もちょっと薄いか。やっぱり西条くんかなって思いながら見ておりますんで、最終回まで本当に楽しみなドラマアバランチ、見逃し配信は TVer なり FOD かなんでありますんでご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。